皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日は後ろの BMW ミニクーパー R56 の修理を行います。何を修理するかっていうと、イグニッションコイルの交換です。この車が今走行距離が6万キロ走ってるんですけども、息子の車なんで、息子に確認したところ、最初症状が出たのはエンジンかけて走ろうとした時に時速20とか40ぐらいしか出ないらしいんですよ。パワーが全く出ない。でこれおかしいなということで、車を路肩に止めてエンジンを何回かイグニッションをオンにしたりオフにしたりを繰り返すと、チェックランプも消えて正常に走った。でそれですぐにもうディーラーの方に持って行ってチェックをしてもらうと、イグニッションコイルが1本ダメですということで、その時に1本交換したらしいです。けどこれって1本症状が出ると、これ4気筒なので残り3本も同じように症状が出る確率って非常に高いみたいなんですよ。まあそりゃそうですよね。同じエンジンの中で同じような使われ方してるので、使用時間も同じですし、同じ条件下に置かれてるので、1つが出れば残り3本も、発症するのも時間の問題だろうなっていう、そんな感じだと思います。で大体が5万キロぐらい超えたら BM のエンジンって出るのかなと。で私が乗ってる、E の60、これも5万キロ超えた時に、症状が出ました。で自分で交換しました。っていうのが、これディーラーで1本交換してもらうと2万円ぐらいいるみたいなんですよ。ちょっと息子の記憶なんで定かでないみたいなんですけど、でそれを自分で、部品を調達すると1本、今回調達した部品は1本3000円です。でそれが3本で送料を合わせても1万円以下で買えるので、もう圧倒的に安いんです。ですから今から、自分の方で交換します。で用意したイグニッションコイルがこちらですね。商品番号が 0221504470 となってます。これを送られてきた時に書類が入ってまして、でそれに何を書かれてるかというと、まず商品がボッシュ BMW 純正 OEM イグニッションコイル、ここまではいいんですけどもその後で、この商品は取り付けを修理工場でお願いします。メカニックが取り付けないとつかない、うまく働かない、後で緩んで点火不良になります、修理工場で取り付けなさいと書いてあるんです。でなんかね、そういうこと書かれてるので、もしこの動画を参考にして取り付けられる方がいらっしゃった場合は、自己責任ということでお願いしたいと思います。交換自体はそんなに時間かからないです。それと今回どうして交換するかというと、前回起きたような症状がまた出たみたいなんですよ。時速20とか40ぐらいしか出なくって、パワーが全然なくって、イグニッションをオンにしたりオフにしたら正常に戻ったと。それが今現在は警告灯もついてないし、全く普通に走ります。問題はないんですけども、またいつそんな症状が起こるかもしれないので交換したいなと思ってます。で交換自体はそんな時間かかんないです。もう簡単に交換できるので、サクッと交換したいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いします。最初にエンジンカバーを外します。で最近の車ってこの樹脂製のカバーがやたらでかくって、めちゃくちゃ整備性の悪い車多いんですけども、これはこの部分外すだけなのでそんなに面倒くさくはないです。ただトルクスレンチ、これが必要になります。これが T の30です。今のトルクスネジを2本外すだけです。あとはここにフックが4つあるので、これを上手に外してやると OK です。はい、外れました。これがフックなので、ここにマイナスドライバーを差し込んで押し込むようにして持ち上げると外れます。これがイグニッションコイルです。4本あるうちの1本を交換したっていうふうに先ほど言いましたが、息子に確認したら何番のイグニッションコイルを交換したか覚えてないらしいんですよ。これね、
どれを交換したのか探る方法って素人には難しいんですよね。今症状が出てるなら一本一本交換しながら変えたらいいんですけども、症状が出ていないのでどれが交換したイグニッションでどれが交換していないイグニッションなのかっていうのがつかみようがないんですよ。でそれを一番心配してたんですけども、今見てみるとですね、明らかに交換したイグニッションコイルだけ違うんです。よかったです。これで交換していない3本交換できます。ちょっとご覧ください。3番のイグニッションコイルだけ少し形状が違いますね。ここの出方一番出てますね。この3番だけディーラーで交換しているのだと思います。なので残りの3つ、1番2番4番を交換します。これが用意した新しいイグニッションですね。交換の方法ですが、これを持ち上げるとコードが引き出されるようになりますので、これを持ち上げてください。これでコードの方外れます。これもやってみますね。はい。次にイグニッションコイルを引き抜くだけです。これね、力技で引き抜いたらいいんですけど、意外とね硬いんですよ。で私の場合はこの特殊工具を使います。これなくっても平気ですよ。引き上げたらいいだけなんで。プライヤーって握ると先端が閉じると思うんですが、これは逆で握ると先端が開くんです。これで持ち上げようと思います。はい、外れました。これを差し込みます。しっかり奥まで押し込みます。よし。しっかり押し込んでいないと点火不良の原因になると思うので、ここはしっかり押し込んでください。外した時の逆ですね。これを押すと中に入っていきます。これで大丈夫です。残り2本ですね。本来はこのイグニッションコイルを交換するときにプラグも一緒に交換した方がいいとは思います。しっかり押し込みます。押し込むとカチッと最後に底付きした音がするので、そこまで押し込んでください。交換完了です。エンジンを始動します。イグニッションの交換が終わったのでエンジンをかけますが、交換前は警告灯は出ていませんでした。で交換したことによって警告灯が出ると非常に辛いんですが、ちょっとドキドキしながらエンジンかけてみます。大丈夫ですね。チェックランプはついていません。今ご覧いただいたようにイグニッションコイルの交換ってめちゃくちゃ簡単なんですよ。あっという間に終わります。最初にも言ったようにディーラーで交換してもらうと結構高いんで、もしこう自分でいろいろチャレンジしようという気持ちのある方はですね、自分で交換するのがいいかなと思います。エンジンにパワーが出ないような状況が出た場合はディーラーに持って行って、でもしそれがイグニッション交換が必要ならば1本だけ交換してもらう。で残り3本は自分で交換する。これが一番確実で安いやり方じゃないんかなと思ってます。ただ最初にも言ったように、あくまで自己責任でやっていただければと思います。この後この汚れた、エンジンカバーをきれいにして、それで取り付けて終了にします。今日は最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお待ちしてます。